化した時空間理解能力で現場をサポートする映像解析型の現場作業支援エージェントについてご紹介いたします。現場作業支援エージェントは人が担っていた現場監督業務を自律的に人と協調して実行する AI エージェントです。現場での人手不足などの様々な課題にアプローチするために AI エージェントが映像とドキュメントを人のように現場を認識し理解して適切な作業を提案します。こちらが現場作業支援エージェントの構成になります。作業現場のカメラ映像と業務ドキュメントを活用して、業務ワークフローやレポートの作成、教育コンテンツなどが得られるものとなっております。その中でも今回新しい技術としてご紹介するのが、左側の自己学習とコンテキスト記憶です。これらの技術は人の認知機能を模した視覚と言語のマルチモーダル AI 技術となっております。例えば人の特徴として初めて行う作業であってもマニュアルを事前に見ることで現場で何をすべきか判断して作業を行える特徴があったりですとか、何かを記憶するときは記憶すべき情報に着目して効率的に記憶できる特徴があります。このような視覚と言語の設置、そして選択的注意をそれぞれ模した技術が自己学習とコンテキスト記憶です。技術の詳細については後ほど説明しますので、まずはデモをご覧いただければと思います。まずエージェントは業務ドキュメントをヒントにカメラの映像を分析して異常がないかを見ます。その時インシデントが検出された時は、そのインシデントの分析や是正案を提案するためのプランを右上にある通り作ってくれます。ここでインシデントが検出されたようなので、まずはインシデントの分析をしてもらいます。するとこのような回答が得られますが、ここでポイントとなるのが接近距離は、フォークリフトと作業者の接近距離は 2.5 メートル、安全衛生規則に違反しているというところです。一般的なマルチモーダル LLM は実際の距離を認識する機能がないので、規則に違反しているという判断ができません。ただし、こちらの自己学習の技術を用いることによって、距離を認識し、安全規則に違反している事象の認識と判断ができるようになります。次に先ほど出たインシデントの要因を分析してもらいます。これによりなぜこのようなことが起きたのかというのを教えてくれます。ここでこのような回答が得られるのですが、一般的なマルチモーダル LLM の場合は、長時間映像の入力をすると、必要な情報が欠落してしまい、要因までを分析できません。で、こちらのコンテキスト記憶を用いますと、記憶から情報がそぎ落ちることなく、詳細な分析を行うことができます。で、このような分析結果が得られますと、次はどのように対策すればいいのかという段階に入ってきます。そこでエージェントが現場の作業管理者向けに指導現場のシミュレーションをしてくれる教育コンテンツを作ってくれます。こちらではエージェントが作業員の役を担ってくれて、模擬的な教育シーンを体験させてくれるというものになります。これによって実際の教育の対策を打つことができます。で、最後にインシデントをレポートするためのワークフローを生成してもらいます。で、そうすると先ほど得られたインシデントの情報をもとに、レポートシステムの画面をエージェントが実際に操作をしまして、必要な項目を自動で入力してくれるものとなっております。例えばこのボタンをクリックするですとか、この情報を入力ボックスに入れるというアクションを自ら作成して実行したりして、一連のワークフローの作成のアクションを実行してくれます。で、以上のようにインシデントの検出からワークフローの作成までの一連の流れをこの現場作業支援エージェントは実行してくれます。で、デモは以上になりますが、ここからは技術の詳細について説明いたします。まず自己学習の技術についてですが、
現場で取りためた映像と、あと作業に関するドキュメントを用いて、LLM の学習に必要な 3D データと質問回答のデータを自動で作って、それを学習に利用します。その学習した LLM を現場で適用することによって、必要だった空間理解能力を身につけることができ、現場固有の事象を検知することができます。次にコンテキスト記憶の技術についてです。通常のマルチモーダル LLM ですと、大量のフレームを処理する際にフレームを間引く方法を取るため、情報が欠落してしまいます。そのため、回答精度が落ちる傾向にあります。それに対してこちらの技術では、選択的注意による特徴量圧縮により、与えられたタスクに対して必要な情報を選択しつつ映像を記憶します。こちらではすべての映像をくまなく見て記憶しますので、必要な情報がそぎ落ちることなく回答精度を維持できます。こちらの技術は、長時間映像理解ベンチマークで最小の映像記憶容量で最高精度を達成しております。そして最後に、この度、カーネギーメロン大学と共同開発した AI エージェントの性能評価環境であるフィールドワークアリーナを公開いたします。こちらはですね、実際の工場と倉庫の映像と評価用タスクを用いることでAI エージェントの性能評価を行えるものになっております。こちらはリーダーボードも公開する予定でして、現場作業支援 AI エージェントの技術発展に貢献することを目指しております。今回ご紹介したような富士通独自の AI エージェント技術と評価環境を提供することによって、より高性能な AI 技術の研究開発を加速させて、今後より安全で効率的な現場環境の実現を目指していきたいと思っております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。